いろんなマクドナルドとかいろんなところがある中で、やっぱそのハンバーガー屋さんもうめっちゃでかいですよ、1個こんなんで、はい、縦にこんなんちょっと一口でいけんのかなと思うんですけど、もう食べたらもうペロリと1個丸々いけちゃうよっていう感じのお店があります。最近ちょっと2年ぐらい多分大黒町の方でやってたんですけど、今は北堀江の方で、はい、やっております。そこが奥野のバーガーというお店でございます。涙出るめっちゃ泣くんすよ。よう泣くんすよ。パパはお父さんはハンバーガー屋さんやってんねんみたいな、そういうのやっててよかったなって多分思うかなっていう、まあ、それまで頑張りたいなっていう。ハンバーガーの奥野俊二と申します。スタッフのサララです。まあ、公園の前にありまして、都会にいながら非現実的な感じで、店内もちょっと海沿いの店の感じなんで、ハンバーガーも店内も込みで、あの店良かったな、美味しかったなと思ってもらえるようなお店というか。もともと大黒町の方で3年やってまして、ちょうど1年前に移転してきたんですけど、ここの前もハンバーガー屋さんだったんですよね。前のお店楽屋バーガーさんっていうもう超人気店で、今は和歌山の方に移転されて、でちょっと声かけていただいてやってくれないかということで、そのご縁がありまして、今、引き継ぎという感じで、はい、やらせてもらってます。楽屋さんとはもう全く違うハンバーガーで、楽屋さんはポークを使って、うちはビーフを使って、味も全く違うんですけど、全然色も違うような、はい、店内はちょっと残しつつなんですけど。今夏暑いからここは今全部閉じちゃってるんですけど、春とか秋とか外いても大丈夫な時期はこう全部全開にするんですよ。ここの席だと公園を目の前にしながらバーガーが食べれるっていうのが最高で、こう全部桜とかになるんですよ。だからもうほんと店内にいながらお花見できたりとかできる、ここの席は結構最高です。夏とか暑かったりしたら、私はこの上の席が良くて、上だと店内全部が見えるんですよ。ここは結構秘密基地みたいな感じで、全部外も見えるし、このお店のこの人も見えるし、この全部可愛い小物とかも結構見渡せる席なんで、ここもおすすめです。この台が綺麗すぎるんですよ。じゃあ他もっと綺麗にしなかったらもうやめて全然綺麗くないから。結構物があると思うんですけど、もう作る時に出して、もうそれが終わったらすぐしまうを徹底してるから、お客さんからも綺麗だねってめっちゃ言われるんですよ。それはもう誇ってます、私は。
丸4年働いてくれてるんで、オープニングスタッフから働いてくれて、はい、そうですそうです。まあ、看板娘なんでうちの、はい、助かってます。もうほんまに助かってます。奥野さんのハンバーガー食べたいっていうところもあると思うんですけど、サラさんに会いたいって。いやもちろんいっぱいいますよ。おじさんが恋愛相談に来ます。はい。めちゃくちゃ来ます。僕はその時は黙って仕込みしてるんですけど、相談料をいただきたいぐらい。そうですね。はい。でもいいことですよね。はい。忘れた。肉を置いて何の自由も言わなかったら恐怖ですから。30分ぐらいかかるんで鉄板熱くなるので。昨日仕上がったベーコンです。急いで燻製しました、今日の撮影のために。これで2週間ぐらいですかね、今回のやつは。一旦塩漬けにして。はい、塩漬け1週間弱にして、そこから乾燥させて、まあ、塩抜きしてから乾燥させて、で燻製約3時間ぐらいですかね、昨日やったら。今日ぜひこれ食べてください、ベーコン。うちはロースを使ってるんですよ。で結構あっさりめで、はい、食べやすい感じのベーコンにはなってます。ちょうどいい感じですね、今回。すごいいい仕上がりです。自信作。よかったら撮影してくれて。基本的には自家製をこだわったハンバーガーにはなってるんですけど、ベーコンももちろん自家製ですし、パティも自家製ですし、フライドポテトもちょっと自家製にはこだわってまして、ハンバーガープラスポテトも美味しい。バンズはあえて国産小麦を使わずに外国産の小麦を使わせてもらって、まあ、ちょっと食感がハードめな。いつか。3分24。パティはオーストラリア産のちょっと荒々しいお肉、肩ロースのチャックアイロールっていう部位なんですけど、そこの部位とあとミンチの2種類使って3種類ブレンドさせてもらって、肉々しい感じのステーキを食べてるようなパティに仕上がってるんで、多分一口食べてもらうとちょっと記憶には残ると思う。それぐらい自信のあるな。はい。美味しいな。はい。うん、よかったよかった。
何名ですか？僕は吉本でお笑い芸人をしてまして、約10年間ほどやってたんですけど、ちょうどコロナ禍の時に仕事がゼロになったんですよね。一回もうお給料もちろんゼロ、もしくはもうマイナスぐらいの感じだったんですけど、でその時に結構時間があって、本当にやりたいことってなんなんやろなってことで、昔からハンバーガー屋さんってかっこいいなって思ったのがきっかけといいますか、そのアメリカの文化で日本でやってる人ってなんかすごいかっこいいなっていう、かっこいい入りですね。芸人もそうだったんですけど、僕の地元にもう昔からやってるハンバーガー屋さんがあって、初めは素人ながらいけるハンバーガー屋さん一本でって思っちゃったんで、で食べてみたらすごい全然違うみたいなことで、それもきっかけで、ずっと頭の中に多分あったんでしょうね、芸人やりながら。でちょうど当時の相方から解散したいですっていう話が出て、じゃあ俺もちょうどやりたいことあったから解散しようかなってことで、でもその次の日に、ハンバーガー屋さんで働いて、修行させてもらって、1年後にお店を出しました。一回やりたいと思ったら多分やるタイプだとは思うんですけどね。こんにちは、どうぞ。次に思ったください。紙に包んで召し上がります。アボカドモッツァの照り焼きトッピングね、マヨネーズと、あと酸味効かしたレモン汁とか、あとスパイス系とかもちょくちょく入れて、どっちかというと南国風なハラペーニョとかめちゃくちゃ合いますし、パイナップルとかにもめっちゃ合うソースになってるんで。ツアーがかっこいいなと思ったんですけど、そう好きなんですね。そうなんですよ、もともと好きで、で前のお店がちょっと和テイストな感じだったんですけど、そのまま持ってきたって感じで130g でダブルだと2枚入ってて、もちろんトッピングもいろいろできるんで、もう食いしん坊の方はもうトリプルでもこれが肩ロースの部位と白のミンチと、赤のミンチと3種類、ミンチだけやったらやっぱり肉感があんまなくなるんで、あえてのゴツゴツ系の赤身肉入れて、
すいません、お待たせしてます。こちらがお召し上がりください。すいません。私が作ったレモンスカッシュが。そうなんです。はい。こう蜂蜜入れたんで、結構甘めのシロップにはなってます。私初めて作ってめっちゃ美味しくて、もう夏にさっぱりするし、結構自信あります。夏限定で出そうかなと思ってますね。今年初の試みです。はい。なんか変化が必要かなと思って、バーガーも結構変わりつつある。だったら私もドリンク作ろうかな。まあ、最終的なこの見た目は超大事にしてて、なんかそれが OK 出るまでは出せないから、レタスとトマトのバランスとか、その見た目はすごい大切にしてるんだろうなと思ってます。そうですね。最初の見た目で決まるって言うじゃないですか、人間の容姿とかも。まあそれと一緒で、パッて出てきた時になんかガタって傾いてたりとか、レタスが出てたりとかしてたら、まあ、ちょっと僕自身が嫌なんで、まあ、そこ身だしなみもきっちりしていきたいなってことでもハンバーガーにも乗せてるっていうそうですね、そうですね。せっかく食べてもらうんやったら最初はみんなにね気をつけていこうっていう。いや初めてですか。インスタで見つけて、不思議したなと思って、ここはバーベキューのパイナップルチーズバーガー、ハラペーニョのチーズバーガー。めちゃくちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。ソースがめちゃくちゃ美味しかったです。バーベキューのソースがパイナップルとめちゃくちゃあってて、美味しかったです。ハラペーニョがめっちゃ好きで、ここはすごい辛めのハラペーニョやったんで、すごい、それが、まあ、頼んだチーズで伝わってて、すごい良かったですね。基本的には仕込んで次の日から使うようにしてます。どうしてもまとまりにくいんで、はい、次の日がベストに美味しいと思います。はい、全部これ次の日に昨日仕込んだやつなんでこれ。いやでもまだまだこれからだとは思うんですけど、毎日発見の連続だとは思うんですけど、まあいろいろ試したりしてるんで、まあいいものをどんどん取り入れてるって感じなんで、毎日成長しないといけないなと思いますけどね。まあ今はでもベストだと思います。今がはい。
イドポテトは2度揚げしてるんで、自分らで手切りで包丁で切って油で10分揚げて、で冷まして冷凍庫に入れて、でそれで表面カリッとさせてなんかホクホクみたいな。ありがとうございます。オニオンリング美味しかった。とにかくなんか高かった。高かった。何が？背が。一口で食べれました。美味しかったですか？ありがとうございます。何も分からなすぎて全部聞きまくってるんですけど、なんかもともと芸人で、そう、まあいろいろ食べてもらって正直に言ってくれるんで、あんまり味がないですとか、もうちょっとパンチが欲しいですねっていうのは何回も繰り返しはしてるんですけど、やっぱりスタッフが美味しいですって言ってくれないとやっぱりまず出せないんで、毎日食べてもらってますけど、そこはもう信頼を得てるんで。一口目の印象というか、一口目で美味しいって思うのとか、あれって思ったら結構続くというか、だから一番最初の一口は大事かなと思ってて、でもここのバーガーは一口目から味がガツンとくるから、そこは私も出してて自信はあります。はい。さんのチェックって結構厳しい。いや結構厳しいですね。厳しいですし、やっぱり言われるとちゃんと傷つきます。ああ、そっか、そっか、またやり直しかっていうその感じはありますけど、でもありがたいですね。やっぱ美味しいもの届けたいんでね。それはやっぱり何度も繰り返しやらないといけないんでね。懐かしい。
全部持ってかれるんですよ。全部されちゃう。朝って体重計乗ってやばいなって言う中やん。そろそろやばいなって言って何もせえへん中やん。ポリ僕が釣り好きなんでダブルチーズにベーコントッピングとか好きですね。他のお店とか行ったらこのメニュー大体しますね。バンズがめちゃくちゃ弾力があって、ちょっと甘みもあって、値段とボリューム感がもう大阪一やと。ここ食べきたら勝てるとこないって思ってます。タルタルとベーコンが自家製のめちゃくちゃうまいです。だから僕のバーガーデラックスを最初は絶対食べた方がいいから。毎回通ってるお店なんですけど、谷町6丁目にあるホットドッグ屋さんのファットドッグスタンドっていうお店がありまして、そこはもう、僕が勝手に師匠と思い込んでる人なんですけど、もうすごい働き方のスタイルとかもお客さんへの対応も、もちろんホットドッグの美味しさもすごい全部リスペクトしてるお店で、ぜひ行ってほしいなって思います。はい、それもまたよく行ってるところなんですけど、西成にある餃子屋っていう町中華屋さんなんですけど、そこのオーナーさんとも仲良くさせてもらってるんですけど、もちろんそこの大好きな中華風オムライスっていうのがあるんですけど、それがもうたまらなく美味しくて、一回そればっか食べてます。ぜひ行ってもらいたいです。はい、ありがとうございます。子供がまだ2歳とかまだちょっとちっちゃくて、で今年も2人目が生まれるんですけど、ありがとうございます。僕の勝手な夢というか、憧れなんですけど、作文とかでお父さんがハンバーガー屋さんやってるっていうのを書いてほしいんですよ。涙出る。めっちゃ泣くんすよ。よう泣くんすよ。だから結構それはありますね。それまで頑張りたいなっていう。パパはお父さんはハンバーガー屋さんやってんねんみたいな、そういうのをやっててよかったなって多分思うかなっていう。よく奥さんに言われたのは、職場に行ける仕事しててくれてありがとうみたいな。会社とかやったらなかなか訪問とかはできないわけじゃないですか。でもここやったらね、ふらっとジュース飲みに来たり子供と一緒に来てくれたりとかするんで、だからそれはなんか お父さんの仕事見せれるのはすごい嬉しいっていうか、教育にもいいんちゃうみたいな、はい、っていうのは言ってくれたんで、よかったなとは思いますけど。